グータラズです。今日はね、先日言ってたヨッピーが乗る予定の GTO アイドリング不安定がね発生してね、それを直そうってことでいろいろやってみます。やってみるってね、いろいろ変えたんだよね。燃本、燃料フィルター、あとはプラグでしょ。その辺やったんだね。あとエアフロの洗浄。今回はね、このスロットルボディ中古で出てたんで、これがね距離数少ないんだよね。距離数少なめで ISC もついてるんだよね。ISC バルブだっけな。そうついてたから、これを洗浄して使おうってことで交換してみようってことで早速作業開始です。買ったやつもね汚かったんで一応洗浄します。この泡のやつなんていうんだこれ、クレのなんたかクリーナーなんだっけそれをね拭いてあげて、ちょっとカーボンスラッチを落としてあげましょう。この IC バルブもね、なんかそれがね結構悪いみたいっていうのをねネットで調べたんだけど、この中古で買ったやつもね対策品前のやつなんだよね。だからどうだろうって話してたんだけどね、期待はしてないですアイドリングって結構深みにはまるよね。でね、代わりとか中もね、このシンナーでねこすって取ってあげました。かなり綺麗になったんでね、これで治りゃいいなって期待してんだけど、なんかこのなんだろうな、多分違うだろうなって心の中で思ってるなかなか治らんねアイドリングって。最終ダメなら、コンピューターじゃないって話はしてたんだけどね、2人で話してるんですけど、それに至るまでにいろいろダメなとこを変えていこうってことで、まずスロットルボディの洗浄と、ISC、対策品前のやつだから怪しいんだけどね。とりあえずスロットルボディこれを洗浄してつけていきます。でね、最後このパーツクリーナーですすぎっていうかね、そういうのを洗浄液とか取ってあげました。ここに至るまでの経緯だね。オルターネーター交換して燃本変えたあたりからそのアイドリング不具合が出たんだよね。ってことでね、スロットルボディ車両につけていきましょう。でもね、現状こんな感じ。わかる？これすげえ悪いんだよね。ハンチングが出ます。で、今ついてるスロットルボディとね交換していきましょう。で見当たるもの結構ねやっぱり邪魔なものがいっぱいあってね、この車特有のなんていうの、いろいろ外さなきゃ取れないですインテークチャンバーも社外品のやつ、これはねギャラン用のやつを流用してつけてるんですけどね、これはねバッテリー外さんと取れません。しかもバッテリーがねタワーバーついてるんですけど、タワーバー取らないとバッテリー抜けませんそういうとこだよね。バッテリー移設すりゃいいんだろうけど、そこまですることもないなと思って。なのでね、見当たるバッテリーだとかそういうのはね外していって、で目的のスロットルボディまで頑張ってパーツを外していきましょう。
でね、やっと見えました、スロットルボディ。インマリについてるんで、それに付随する配管類も外していきましょう。でスロットルバイヤー、これもね、ついてるんで、これまず外してあげます。これで治らんと思うんだけどね。これで治らんかったら、次はこの対策品の ISC バルブだね。これに変えて、で車が古いんで ISC もあるかなって話して調べたらね、再販されたみたいです。三菱車多いみたいね、この ISC バルブの故障っていうのがね。治らんだろうな、これで。かすかな期待をしつつ外していってるんですけどね。やっと取れました。ガスケットはね、再利用します。大丈夫そうだったんでね。でこのスロットルボディにこのなんていうんだ、クーラント回ってる配管もあるので、そこも外してあげるんですけど、クーラント漏れてきますんでね、その時気をつけてください。汚れてるっちゃ汚れてるけど、そこまで汚れてもいないんだよね。期待できないやつ、これ絶対ここじゃない。アイドリング不具合にここじゃない。絶対ここじゃないんだよな。でもね、いろいろ変えていきましょう。こうやってね、直してるうちにね、どんどんパーツが新しくなってね、マジ新車みたいになってるからそんなことないけどね、いろいろ変えてっからね、やっぱりね、アイドリング不具合以外はね、めちゃめちゃ調子いいです。アイドリング不具合以外調子いい。やっぱりね、パーツ変えていくと車の調子良くなります。でね、洗浄したの、交換品だね、それをね、どんどん戻していきましょう。あとは戻すだけなんでね、逆手順で戻してあげましょう。今ラジエーターの配管だね。ラジエーターだってクーラントの配管だね。それつけてあげて、あとコネクタあるよね、つけてあげてください。でね、カメラアングル非常に悪いです作業は左斜め上ね、そこでやってますから。であとね、ボルトを締めていくだけですね。撮影のアングル超悪いもんな。後に気づきます。後にヨッピーが気づく。あれほら、今気づいた。映ってねえじゃんみたいな。でね、あとはどんどん戻してあげましょう。ここからね、アングルちょこっと良くなります。ほら、やっと気づきました。戻す時もね、逆手順で戻すんでね、いろんな外したものをつけていくだけなんですけどね、つけるものが多いです。であとバッテリーのターミナルにつないでね、でチェックしてみましょう。期待できないんだけどな。ってことでね、治りませんでした治れんだろうなと思ってたけどね、案の定治りませんでした。なかなか治らんね、アイドリングの不具合ってね。いや、悩んでる人結構いると思うんだよな。
まあ次はISC 変えてあげて、変更後のね、対策品ってやつだね、それに変えてあげて、最終コンピューターのコンデンサーだね、それ変えようと思ってます。コンピューターな気するけどね。とりあえずね、見当たるものをどんどん変えてって、その不具合なんとかね、解消して、車検だね、取りたいと思ってます。いやー、なかなか治らん。知ってる人いるかな？ちょっと知ってる人いたら、Twitter の方にメッセージください。悩んでます。非常に悩みます、これ。ということでね、次はその ISC 変えてみたいと思いますので、その時のまた動画楽しみにしててください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日もありがとうございました。